こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。今回は服を減らして気づけた実は間違っていた思い込み7選ということで、元マキシマリストの私が無意識に抱え込んでしまっていた服への思い込みと、たくさんの服を手放してみて気づいた学びをご紹介します。以前の私はクローゼットには200着以上の服がぎゅうぎゅうで、服はたくさんあるのになぜかおしゃれになれない、そんな悩みを抱えていました。そんな中、3年の月日をかけて大量の服を手放していったら、なんとオールシーズンに30着ほどまで減って、そして服への価値観そのものも変わったんです。そんな服を減らして気づいた学びを経験談もたっぷり交えながらお話ししますので、かつての私と同じように服は大好きなのになんだかうまくいかない、そんな悩みを抱える方にぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。この動画を見終わる頃には今すぐクローゼットのお洋服の捨て活をしたくなっていること間違いなしです。それではスタートです。元マキシマリストの私が抱えていた服に対する思い込み。一つ目は、服は多い方がおしゃれです。でも服を減らして学んだのは、服を減らした方が実はおしゃれ度が上がりやすいということでした。過去の私はお洋服が好きだからこそ、いろんな色やいろんな形の服をたくさん持って、毎日違うコーディネートでバリエーション豊かに着こなそうとしていました。でも今振り返ると、このバリエーションの豊かさが実は私をおしゃれ迷子にさせていたんです。服のバリエーションが増えるとコーディネートが難しくなり、なんだかうまく組み合わさらない、そんなちぐはぐなクローゼットになってしまうんですよね。そうするとまた新たな服が欲しくなって、服が増えてしまう無限ループに私もハマってしまっていました。服があるのに着る服がない現象が起こる本当の理由は、実はこの服の多さにあったんですよね。でも捨て活を始めてからそんな状況がガラリと変わりました。というのも、捨てれば捨てるほど自分の好きが何か徐々に見えてきたんです。いろんな色、形のデニムを揃えていた私も、一番いらないなと思うものを一つ手放していくと、また次にいらないものが見えてきて、一つまた一つと手放すことができ、結局本当に好きだったのはこのブルーのワイドジーンズ1本だけだったんですよね。そしてトップスもおのずとこのデニムに合うものだけしか持たなくなって、コーディネートにも悩まなくなったんです。そんな捨て活を経て完成した私の少数精鋭のクローゼットは、アイボリー色やらブラウンやら、なんだか同じような色味のものばっかり詰まっています。でも結局それが統一感になって、私のテーマはこれと一目でわかるようなまとまりのあるクローゼットになりました。どのトップスもどのボトムスもどんな組み合わせでも全部合うし、何より自分のキャラクターともしっくりきていて、ワードローブにとっても自分らしさを感じられています。おしゃれってたくさんのバリエーションを持つことではなくて、自分の好きがはっきりしている、そんなテーマが見える少数精鋭のワードローブなんだと、服を減らして初めて気づくことができました。元マキシマリストの私が抱えていた服に対する思い込み、2つ目は、服を捨てることはもったいないことです。でも服を減らして学んだのは、本当にもったいないのは安易に服を買ってしまうことでした。私は服が好きで大切にしたいと思うからこそ、捨てることにすごく後ろめたさがありました。あんまり着ていないけれどまだ着れる服ってなかなか手放せず、なんなら着なきゃもったいないといまいちさを感じながら着て出かけることもありました。でも勇気を出して、そんなたくさんのまだ着れる服を手放してみて気づいたのは、こうやって手放すことはむしろこれから服を大切にするためのステップだったということです。確かに一度にたくさんの服を手放したり、まだまだ着れる服を処分するのはなんだか悪いことのような気がして、本当に心苦しいです。でも勇気を持って手放したことで、自分の服へのこだわりはぐーっと高くなったので、それから安易に服を買わなくなったんですよね。長い目で見れば、こうやって一度思い切って手放すことって、未来に処分することになる服の量をぐっと少なくすることができる、そんなエコにつながる行動なんだと思うんです。もったいないと取っておいた服も、どのみちいつか手放すことになっていたはず。だから本当にもったいないのは、服を手放すことじゃなくて、必要以上に新たな服を買ってしまうことだったんだと気づくことができました。元マキシマリストの私が抱えていた服に対する思い込み
3つ目はお気に入り服を普段着にしてしまうのはもったいないです。でも服を減らして学んだのはお気に入りの服こそ今たくさん着ないともったいないということでした。服をたくさん抱え込んでいた頃、お気に入りの服はとっておきの日のためにと大事にしまい込んでいました。でも実際はそんなにとっておきの日なんて多くなくって、普段は特にお気に入りでもない適当な服を着て過ごしちゃいがち。結局お気に入りの服ってそうやってあまり着ないまま時が過ぎて気づけばまだ綺麗なのにもう着たい気分じゃない、そんなただ捨てられないだけの服になってしまっていました。これじゃむしろもったいない。なんだかんだ結局今着たいものを着れるうちにたくさん着るのが一番お得なんですよね。ということで今はもう2軍服を全部手放して毎日1軍服だけを着て過ごすようになりました。お気に入りの1軍服で毎日を過ごすための私なりのことが2つあります。まず1つはエプロンを活用することです。これはフランス人は10着しか服を持たないという本で知ったテクニックなんですが、お出かけ着もエプロンをつけることで家事をする時なども汚れることを恐れず着れるようになれちゃいます。これで汚れていいお家用の服を持たずに済むんですよね。そして2つ目のコツは寝巻きをちょっとそこまで外に出れるくらいのちょいおしゃれ服にしておくことです。そうするとちょこっとそこのスーパーまで買い物なんて時も気にせずに着られますし、今日はとにかく汚れてもいい服がいい、そんな日に1軍服の代わりにこれを着たりすることができます。お気に入りの1軍服を毎日着られるって本当に幸せなことだなと日々感じています。元マキシマリストの私が抱えていた服に対する思い込み、4つ目は安く買うことはお得です。そして服を減らして学んだのは安いからと買うと結局損をするということでした。貧乏症だけど服がたくさん欲しい欲張りの私は安いからとかセールだからを理由にして服を買ってばかりいました。でもそうやって値段で選んだ服って本気のお気に入り服とは正直言えなくってすぐに飽きてしまったり、セールで買ったものなんかは着れる時間も短かったり、なんだかんだすぐにいまいちなお洋服になってしまうことばかりでした。結局安さにつられて買ったたくさんの服たちはまだまだ着れる状態のまま処分することに。プチプラといえど自立もでは大きな金額になりますから、正直無駄遣いだと認めざるを得ませんでした。本当に欲しいものを安く買えることはいいことかもしれないけれど、必要のないものを買ってしまっては本当に本末転倒でした。でもそんな失敗経験から私の服の買い方もガラッと変わりました。今は定価で買っても全く構わない、そう思えるぐらい本気で気に入った服だけを買うようにしています。そのおかげで去年の年間の服代はたったの5点、なんと4万円で済んだんですよね。自分の好みを一番大切にして選んだので、プチプラじゃないブランドでも買ったりもしました。それでも買う数が少ないからこそたったこれだけの値段に抑えられましたし、買った服はもうお気に入りばかりで心は大満足です。服にかけられるお金は限りがあるからこそ、安さを追いかけるんじゃなくてこだわりの一つを丁寧に選ぶことが結局は一番お得になるということに気づくことができました。元マキシマリストの私が抱えていた服に対する思い込み5つ目は、高い値段で買ったものは一生ものになるです。でも服を減らして学んだのは一生ものになるかなんてわかるわけがないということでした。先ほど安いからという理由ではもう買わないというお話をしました。じゃあ逆に高ければいいのかというと、高い買い物にも落とし穴があるんですよね。20代の頃、私は高い買い物をするとき、長く使えば一生ものになるなら元が取れる、そんな考えで購入を決断していました。でもそうやって買ったものも結局いつの間にか飽きてしまって置物と化したりタンスの肥やしになってしまっていたんですよね。今考えてみると、時が経つにつれて自分の気分も年齢も体型も生活スタイルも変わるんだから、好みが変わってしまうのもそりゃ当然のことです。だから一生ものになるかなんて買う時には絶対分かりようがないことなんですよね。そして高い値段で買ったことが捨てられない理由にもなりがちです。クローゼットに入れ込んで一生ものとして大切に保管しているようで、実情は捨てることがもったいないからただ残しているだけだったりします。
私自身衝動買いしたけれどほぼ使わずにいるブランドバッグを長年保管していました。捨て活を進める中でようやく踏ん切りがついてリサイクルショップに持っていたところ、査定金額はまさかのたった1000円。あれは今でも忘れられない衝撃でした。当時はずっとまるで買った値段と同じだけの価値がある高価なものとして大切に扱っているつもりでしたが、実際の市場価値ってもっとずっと低いんですよね。高いものを買っても一生ものになるかなんてわからないし、買った時点でもう価値は失われてしまっている、そんなことを学ぶことができました。そんな経験から私は今は身の丈に合う買い物をかなり意識するようにしています。服もバッグも着てこそ使ってこそなんぼのもの、高すぎて使うのがもったいないと思ってしまうものより、汚れたり傷んでも、悲しいけれどしょうがないと諦められるぐらいのものがきっと自分に合うちょうどいいものなんです。一生ものなんて存在しない。だから今後悔なく使い切れるものかどうかで選びたい。これが私は大切にしたい買い物の基準の一つになりました。元マキシマリストの私が抱えていた服に対する思い込み、6つ目は特徴的なデザイン性のある服こそおしゃれです。でも服を減らして学んだのはベーシックな服の組み合わせでおしゃれが決まるということでした。昔の私はその服単体で見た時に目を引くものがおしゃれなんだと思って選びがちだったんですよね。でも捨て活を進めて結局最後まで捨てずに残ったのはなんだかんだ定番カラーでデザインもシンプルなベーシックアイテムばかりでした。逆に特徴的なデザインや色物の服って組み合わせる服を結構選んでしまうし、それをおしゃれに着こなすのって本当に難易度が高くって使いにくい服だったんですよね。そんな難しい服をおしゃれに着こなすために新しい服が必要になったり、服を増やす原因にもなっていたと思います。よく3色でまとめたコーディネートがおしゃれだなんて言いますよね。でも実は3色コーデってかなり難易度が高くて、案外2色コーデや1色コーデの方が簡単におしゃれに見やすいんです。特徴的な色の服を組み合わせると、それだけで色数が3色以上になりやすくなっておしゃれ感を出すのがなかなか難しくなってしまいます。だから結局地味かもしれないけれど、定番カラーで服を揃える方がおしゃれが苦手な人でも簡単に上手にお洋服を着こなせるんですよね。おしゃれって結局服単体の目立ち具合ではなくって全体のバランスで決まるものだったんです。私のワードローブは一見色の華やかさもなく目立った個性もない、そんな平凡なクローゼットに見えたりもしますが、実はそんな今の方が自分で言うのもなんですが、もう100倍おしゃれを上手に楽しめているなと思っています。元マキシマリストの私が抱えていた服に対する思い込み、7つ目はおしゃれには正解があるです。でも服を減らして学んだのは、何がおしゃれかは自分が決めるものということでした。昔から私は周りからおしゃれに見られたいと必死に着飾っていました。でも今振り返ると、当時の私が考えていたおしゃれって実は超他人基準な考え方だったんですよね。当時は友人やインフルエンサーさん、街行く人のファッションスタイルにとっても影響を受けやすくて、あれも欲しいこれも欲しいと流行り物を買い足してばかりいました。でも鏡に映る自分にはいつまで経っても満足できなくて、また誰かに影響される、そんな堂々巡りをしていたんですよね。でも捨て活を経て少数精鋭の大好きなワードローブができた今、私にも変化がありました。それが街を歩いていておしゃれだなと思う人をあまり見かけなくなったことなんです。これ決して悪口ではなくて、おしゃれをしている人はもちろん街中にたくさんいるんだけれど、私自身が真似したい、素敵と思えるようなおしゃれがなかなか見つからなくなってしまったんです。これきっと捨て活を通して自分の好みがはっきりと定まってきたからこそ、他の人のファッションに流されなくなったんですよね。結局人それぞれ自分が思うおしゃれを楽しんでいるだけで、そこに正解ってきっとないんですよね。服を減らしておしゃれになったなんていう私自身も、周りから見ればおしゃれだなんて思ってくれる人はなかなかいないと思います。おしゃれに正解はないと気づけたことで、人と比べて流行を追いかけることをやめられて、自分が思うおしゃれを素直に思いっきり楽しめるようになったなと感じています。以
以上が私が服を減らして気づけた実は間違っていた思い込み7選でした。振り返ってみると、多い方がとか安い方が周りにどう思われるかと外側の基準で物事を選んでいた過去の自分から、自分の気持ちを一番大切にして選択できる自分へ変われたんだなと感じました。手放すことって自分の好きなことや本当に大切なものを見つけていける学びのある時間なんだなと今回改めて実感しました。これからまた捨て活を頑張りたくなりましたね。それでは最後まで動画を見てくださりありがとうございます。バイバーイ。